こんにちは。今日はとても簡単な作り方のプルオーバーを作っていきます。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのポストカード。色はピンク。材質はアクリル。使用かぎ針の目安は2号。これを2本一緒にして編んでいきます。もう一色、これもダイソーさんのメランジトリコ。色はピンク。45g で81メートル。使用かぎ針の目安は8号。これは1本で編んでいきます。針は10号を使います。で、この糸の太さはだいたい2ミリぐらいに見えます。こっちは 2.5 ぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず後ろ身ごろの上の部分から編んでいきます。これが肩のラインになります。この長さは私は女性ものの L サイズで53センチ。だいたいこれぐらいで大丈夫だと思います。他のサイズの目安を書いておきます。作りたい長さまで鎖編んで、それを4の倍数プラス3に当てはめます。最初の鎖を編んでいきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。あれば少し太い針を使います。なければ10号でゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは小さなサイズで作っていきます。次は細編みをしていきます。もし太い針を使っていたら10号に戻して細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、次もこのまま端まで細編みを続けます。端の一つ手前まで来ました。端では糸を変えます。まず最後の鎖、ここに細編みをします。糸を出してこれを引き抜くのにこの糸ではなくて新しい糸で引き抜きます。後ろに当ててこの糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。で、この元の糸は必要なくなるので切っておきます。で、次から2段目、ここは鎖3つ、1、2、3、裏返します。鎖の根元はここ、隣に長編み1つ、次は V を作っていきます。足元1つ飛ばして2つ目、長編み、鎖、同じところに長編みで V ができました。次も足元1つ飛ばして2つ目、長編み、次また V、足元1つ飛ばして2つ目、
鎖、同じところ、これで V ができました。これを繰り返していきます。足元一つ飛ばして2つ目、長編み、一番端の細編み、ここにも長編み、これで V ができました。次は3段目、鎖3つ、裏返します。長編みの上に長編み、次は V の中にハートを作っていきます。まず玉編み、未完成の長編み2つ、糸を出して2本から引き抜いて、未完成の長編み、もう1回2本から引き抜いて、これを一度に引き抜きます。これで玉編みができました。鎖1つ、もう一度玉編み、これでハートができました。長編みの上に長編み、またハート、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後のハート。長編みの上に長編み、鎖の下から3つ目、長編み、この時は上が2本で下は1本、この位置で長編み、これで端が長編み2つになりました。次も鎖3つ、これを繰り返していきます。鎖3つ、裏返します。長編みの上に長編み、次からこのハートの真ん中に V を作っていきます。鎖、これで V ができました。真ん中に V、でこのまま端まで編んでいきます。端ではこの長編みの上に長編み、鎖の上に長編み、鎖3つでまた次の段、これをしばらく繰り返していきます。10段編んできました。長さは伸ばして測って21センチ、これぐらいの長さにします。最後はこの玉編みのハートみたいな形、ここで終わりにします。最後の糸は30センチから40センチぐらい残して切ります。
これは後ろ身ごろ。こんな感じになります。次は前身ごろ。胸の方に当たるところ。次は襟ぐりの始まる位置にマーカーをつけます。ここが肩で、襟ぐりで肩。私はこの部位を数えて1、2、3。次の長編み一つのところ。こっちも同じ。1、1、2、3と次の長編み。これぐらいの幅の襟ぐり。長さは少し伸ばして測って27ぐらい。肩の部分は12センチぐらい。これから鎖編んで前身ごろにします。こっちは後ろ身ごろ。上下を逆にして、これから鎖を編んでいきます。表と裏を確認します。この細編みが表の方が表。こっちは裏。表を上にします。ここから鎖を編んでいきます。で、前身ごろは少し幅を広くします。そうすると、この部分が余裕ができて、綺麗な襟ぐりの形になります。襟ぐりになる鎖を編んでいきます。マーカーのところから始めます。で、ここと同じ糸。ここから鎖を編んでいきます。まず一つ目。この鎖はあまりきつくならないようにしていきます。この一つ目にマーカーをつけておきます。後で小さくなって見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。次は二つ目、三つ目、四つ目、五つ目と編んでいきます。作りたい長さまで編んでいきます。その鎖の数は4の倍数マイナス1にします。この鎖の長さが長くなるとゆったりとした形になります。鎖を39編んできました。4の倍数マイナス1になっています。長さは軽く伸ばしてだいたい33センチ。これぐらいの形にしたいと思います。ねじれていないか確かめてからでマーカーのところ引き抜きます。これでつながりました。もう一度鎖を編むようにして糸を切ります。これが襟ぐりになります。で、次はこの鎖の上に細編みをしていきます。今表が上になっています。端から編んでいきます。ここと同じ糸。で、鎖一つ細編み。この細編みはあまりきつくならないように編んでいきます。次も細編みでこのままここまで編んでいきます。鎖の
手前まで来ました。この鎖の出ているところ、ここに細編みをします。ここ同じところに細編み、細編み1つ、次はこのマーカーをつけたところ、鎖の1つ目で、この時は鎖を裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。次も鎖の一つ一つに細編みをしていきます。次もこのまま反対側まで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。こっちもこの鎖の出ている細編み、ここに細編み、ここで、次から一つに一つずつこのまま端まで編んでいきます。端まで来ました。ここで糸を切ります。次はまたこっちの糸に戻ります。で、これを裏返します。今表が上になっています。これを裏返してこの部位を編んでいきます。端から糸を出します。で、こっちと同じように編んでいきます。鎖3つ、隣に長編み、次は V、1、2、こっちと模様が揃っています。1、2、このままこっちまで編んでいきます。この付け根まで来ました。V の次は足元1つ飛ばして2つ目、長編み、次はまた V、1つ飛ばして2つ目、このままこの部分にも V を編んでいきます。端まで来ました。最後は長編み2つ、こっちと同じになっています。次は鎖3つ、3、裏返して、今表が上の状態、表を上にしてこのハート型、これで端まで編んでいきます。端まで編んだらまたこの V、 これを繰り返してこっちと同じ長さまで編んでいきます。で、最後は糸を切らずに糸を休めておきます。10段編んできました。長さは少し伸ばして測って20センチ、こっちも同じ。次はこれを2つに折って
この角と角をつなぎます。でここを袖ぐりにします。こっちも同じ角と角で、さっき糸を30センチから40センチ残した方、ここからつないでいきます。今表が上になっています。でこの角と角、こっちから糸端が出ています。この糸端を使います。ここから鎖を3つ、1、2、3で、こっちのこの鎖1、2、3、3つ目に引き抜いてつなげます。これが袖ぐりになります。鎖一つを編むようにして糸を切ります。これはこのままにしても大丈夫です。次はもう一方で、こっちはここから糸が出ています。この糸は切らずにこのまま鎖を編んでいきます。こっちとこっち鎖3つ、1、2、3、1、2、3、次の角鎖の1、2、3、つないで、これで袖ぐりができました。でここで糸を切らないで鎖3つ、1、2、3で、次は同じ模様で編んでいきたいので、次は V は裏から編んでいきます。裏返してこの向きに編んでいきます。で今内側が手前になっています。でここに V を作ります。今鎖3つ、次は足元1つ飛ばして2つ目 V を作ります。でこの時上が2本で下は1本、まず長編み、鎖1つ、同じところに長編み、これで V、 足元1つ飛ばして2つ目、この長編みの上1、2、これで V と長編み1つ、次も長編み、ここから今までと同じです。で次は V と V の間の長編み、ここには長編み2つ、ここに1、2、1つの長編みに長編み2つで、次また V、 鎖、これで V、 次の長編みは長編み2つ、また V と V の間は長編み2つ、1、2、次は V、 鎖で V、 次は
2つ、1、2、これで一周します。で、反対側の鎖、ここでも裏を上にして内側から編んでいきます。この角に長編み1つ、1つ飛ばして2つ目に V、 1つ飛ばして2つ目に長編み、これで一周します。 V で一周しました。これが最後の V。 次はこの長編みの上、ここに最後の長編み、最初に編んだ鎖、下から3つ目、ここに引き抜いてつなげます。次はこのハート型、また裏返して、今表が上になっています。鎖3つ、1、2、3、長編みの上に長編み、次はここにハート型、鎖、次はこの長編みにそれぞれ長編み1つ、次またハート型、鎖、またそれぞれ、次をまたハート型で、このそれぞれに長編み、次もハート型、長編み、この段から長編み2つにして編んでいきます。で、次の段も同じ、 V と V の間は長編み2つ、ここからは長編み2つで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。最初の細編みから測って長さは48センチ、段数は26段、もっと長くしても大丈夫です。好みの長さにします。で、最後は私はハート型になっているんですが、 V でもハートでもどちらでも大丈夫です。最後は細編みをしていきます。糸の出ているところから続けて編んでいきます。今表が上になっています。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次はこの玉編みの上、この三角になっているところ、次は真ん中、次は三角で長編みの上、次もで三角、真ん中、三角、次もここと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 編んで一周します。で、この V で終わっている場合、まずこの長編みの上に細編み1つ、次はここ、次は真ん中、次はここで長編みの上で、この上、真ん中、ここと編んでいきます。これで一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。この引き抜くときにこっちではなくて新しい糸で引き抜きます。
これは襟ぐりを作った時の糸。この糸で引き抜いて、引き抜いて、これで糸が変わりました。でこの糸端は後で始末します。これでまた細編みをしていきます。鎖一つ、根元に細編み。で次も一つの細編みに一つずつ細編みをしていきます。このまま2周編んでいきます。細編みで2周編んできました。これは最後の細編み。これは最初の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸を残して切って、最後の細編みから糸を抜きます。この糸を使って針で始末します。これは最初の細編み。この隣に針を入れます。端から1、2で2本の糸の下。これは最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、裏に出して、これを整えます。で、あとはほどけないように隠します。今表が上になっています。で、襟ぐりのこの下で、ここには鎖3つ編んで V があります。この真ん中の V から始めます。新しい糸、ここから細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、次も細編み。まずこの V の隣、ここに1つ。次はこの角、ここに細編みをします。ここ。次はこの長編みの隣で、なるべく目立たないように次はこの鎖3つ、この隣に細編み2つ、次また2つ、1、2、次も同じ。肩のところまで来ました。この細編みに細編み2つ。まずここ。で、この糸端は編みくるんでも大丈夫です。次はここ。で、次からまた同じ。
このままここぐらいまで編んでいきます。細編みで一周してきました。最後はこの鎖に一つ、次はこの角、次はここ、ここ、ここ、ここと細編みをしていきます。まず一つ目、次はここ、三つ目はこのスタートしたところの手前、これが最後の細編み。さっきと同じように針でつなぎます。これで出来上がりました。着るときにはこんな感じで袖が下がってとても可愛い形になります。袖はこんな感じ。襟ぐりは前を広くして胸元がきれいに見えるようにしました。裾はこんな感じ。とても可愛く出来上がりました。サイズを測りました。上から下まで50センチ、横幅80センチの53センチ、襟ぐりは68センチ、袖ぐりは21、出来上がりの重さは240グラム。使った糸はこのミックスは3玉、ピンクは2玉使いました。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。